グリム童話。踊る12人のお姫様。昔ある国の王様のところに12人の素晴らしくきれいなお姫様がありました。毎晩お姫様たちは一つ部屋に12のベッドをずらりと並べて休みます。ドアには王様が鍵をかけます。ところが朝になるとお姫様たちの靴はまるで一晩中踊り明かしたみたいにボロボロになっているのでした。お姫様たちはおとなしくベッドに眠っていただけだと言い張ります。王様はしかしこの謎をぜひとも突き止めようと決心なさいました。そこでお触れを出して誰でも姫たちがどこで踊るのか突き止めてくれた者には褒美として姫を一人妻に取らせよ。そして自分の死んだ後は国を継がせよと告げさせました。ただしこの仕事は3日のうちに済ませなければならないのでした。早速一人の王子様が名乗り出ました。王様は大喜びで夜になるとお姫様たちの寝室に通じる小部屋へ王子様を案内しました。そこには立派なベッドが用意してあって、知らないうちにお姫様たちがこっそり抜け出せないように2つの部屋の間のドアは開けっぱなしになっていました。お姫様たちは済まして王子様に挨拶に来ました。一番総領のお姫様がお酒を運んでくれました。王子様はなんてきれいな人だろうと思いながらそれを飲み干しました。そして気がついた時にはもう夜が明けていたのです。慌てて飛び起きてみるとお姫様たちは何事もなくベッドに休んでいましたが、靴はもうボロボロになってずらりと並べてあるのでした。あくる日もそのあくる日も同じことでした。王子様は王宮から追い出されました。次々に現れる他の王子様方もみんな同じ目に遭いました。ある日王宮に通じる道を貧しい兵士が一人ビッグをひきひきやってきました。戦争で怪我をしてお払い箱になったのです。そこへ一人のおばあさんが現れ、一文お恵みをとねだりましたが、あげてもいいがね、たった一文きりだよ。もう懐に6文しかないんだ。あんたこれからどこへ行きなさる？それが自分でもわからないのさ。兵士は答えました。まあ町へ行って小じでもするかな。でもばあさん、そんなに気の毒そうな顔をするなよ。俺だってきっと一山当ててみせるから。例えばお姫様たちの靴の謎を俺が解いたとしてごらんよ。たちまち王様になってお妃はよりどりみどりさ。そりゃ無理だとは申しませんよ。おばあさんが思いがけなく言い出しました。ただし休む前にお酒を勧められても決して飲まないことね。飲んで眠ってしまったふりをするのよ。さあこれを持ってお行き。そう言うと一枚のみすぼらしい上着を取り出し、見かけはよくないけどあんたこれを着れば姿が消えるんですよ。そしたらお姫様たちの後をこっそりつけていって秘密を探り出せるでしょう。このばあさん気違いかなと兵士は思いましたが、断っても悪いのでありがたくもらい受けてまた歩き出しました。そのうち風が吹き出し寒くなってきました。ちょうどいいや、機内よりはましだ。兵士はそう言って
もらった上着を着込みましたが、途端にあっと驚いて息も止まりそうになりました。本当に自分の体が見えなくなってしまったのです。ありがたや、あのばあさん、大方魔女か親切な妖精だったんだな。閉めた。これで成功間違いなしだ。兵士は上着を大事にしまい込み、また道を急ぎました。王宮では快く兵士を迎え入れ、お姫様たちの寝室の隣に案内してくれました。やがていつものように妹姫たちが挨拶をして引き取ると、僧侶のお姫様がお酒を運んできて愛想よく勧めました。兵士は思わず手を伸ばしかけましたが、おばあさんの忠告を思い出し、飲んだふりをしてみんな顎の下にこぼしてしまいました。それから横になって嘘いびきをかき始めました。お姫様たちはそれを聞くとにっこりしてウキウキと武道会に出かける支度を始めました。ただ一番末のお姫様だけはどうも気が進まないようでした。なんだかとても不安だわ。変なことが起こらなければいいけれど。バカおっしゃい。何をそんなに怖がっているの？そう言ったのは僧侶のお姉さんです。今まで何十人の王子様が失敗したと思って？この兵士さん、ごちそうと寝床にありつけただけで御の字でしょ。こんな人に何ができるもんですか。そう言うと、部屋の間のドアを開けて様子を確かめに来ました。兵士は目をぎゅっとつむり、ますます大いびきをかいてみせました。ほら、大丈夫。僧侶のお姫様はいそいそと寝室へ戻ると、自分のベッドのところへ行き、コツコツとノックしました。途端にベッドは床に沈み、隠しドアが現れました。僧侶のお姫様は先に立って、ドアの奥の暗い階段を降りていきます。妹たちがぞろぞろとその後に続きます。兵士は飛び起きて上着を着込み、後をつけました。足が悪いので階段は危なくて今にも転びそうです。とうとうしんがりにいた末のお姫様の服の裾をうっかり踏んづけてしまいました。お姫様がキャッと叫んだので、姉さんたちが一斉に立ち止まりました。誰か私の裾を踏んだわ。末のお姫様はもう半泣きです。僧侶のお姫様がたしなめました。バカおっしゃい。あんたより後ろに誰がいるっていうの？大方釘にでも引っかかったんでしょうよ。階段を散々下ると、ようやく行く手が明るくなってきました。見事な銀の森でした。木の葉が一枚残らず銀に輝いています。こんなこと誰も信じちゃくれまい。一つ証拠の品をもらっていこう。兵士はそう思って銀の小枝を一本折りました。ポキッという音がしたので、末のお姫様がまた声を上げました。鉄砲みたいな音がしたわ。どうかしたのかしら。どうもしやしなくてよ。王子様たちがお迎えに火を焚いてくださってるんだわ。と僧侶のお姫様。今度は金の森に差し掛かりました。その次はダイヤモンドの森でした。兵士はその度に一枝ずつ折ってはポキッという音を響かせました。末のお姫様はその度にいぶかしげな声を上げましたが、姉姫様は相変わらず繰り返すばかりでした。王子様たちがお迎えの火を焚いてくださっているからだわ。
ダイヤモンドの森が尽きると湖があって小舟が12艘もやっていました。どの船にも一人ずつ美しい王子様が乗っています。お姫様たちも一人ずつ乗り込みました。兵士はずっと末のお姫様についてきたので、ここでも同じ船に乗り込みました。王子様は船を漕ぎ出しましたが、少しすると不思議そうに、今夜はどうしてこんなに重いんだろう。今夜は変よ。何から何まで。どうもおかしいわ。末のお姫様がうなずきました。向こう岸には素晴らしいお城が建っていました。どの窓にも明かりが灯り、小舟が岸に近づくにつれ、にぎやかなファンファーレが鳴り出して一同を迎えました。お姫様たちは城内の素晴らしい大広間に案内されて夢中で踊り始めました。兵士は時々踊りの群れに紛れ込んでは、あのお姫様やこのお姫様を不意にぐるりと回らせたりしていたずらしましたが、みんな夢中なので気がつきません。ただ末のお姫様だけはそうされてひどく怯え上がってしまいました。このお姫様が一休みしてお酒を飲もうとしたとき、兵士はさっとグラスを横取りして飲み干してしまいました。お姫様は縮み上がりましたが、僧侶のお姉さんがやってきて優しくたしなめました。バカおっしゃい、あんた夢でも見たのよ。お姫様たちは夜明けの2時まで踊り続けました。もう靴もボロボロでした。王子様たちはお姫様たちを送ってまた湖を渡りました。兵士は今度は僧侶のお姫様の船に乗り込みました。満月の光にお姫様の顔は輝くばかり美しく見えました。ダイヤモンドの森の入り口でお姫様たちは明日も来る約束をして王子様たちと別れ、眠たそうに3つの森を抜けて帰り道をたどり着きました。階段のところまで来ると、兵士は一番に駆け上り、みんなより先に部屋に帰り着いて上着を脱ぎ、ベッドに飛び込みました。12人が戻ってきてみると、兵士はぐーぐー高いいびきをかいています。僧侶のお姫様が笑って言いました。ほら、この通り、心配することないわよ。お姫様たちはボロボロになった靴をずらりと並べて床につきました。朝になっても兵士は知らんふりしていました。あの森やお城や踊りをもう一度見たかったし、また僧侶のお姫様のそばに座って湖を渡ってみたかったのです。その晩もあくる晩も兵士はお姫様たちの後をつけました。前と同じようなことが繰り返されました。ただ末のお姫様を脅かすようなことだけはやめておきましたけれど、お姫様の方ではまだまだ不安そうでした。3日目に兵士は何よりの証拠として宝石の杯を一つお城からくすねてきました。夜が明けると王様のお呼び出しでした。これでもう3日間は過ぎた。さて、姫たちがどこで踊ってくるのか聞かせてほしいものだな。お答えいたします。お姫様方は地の下のお城で12人の王子様と踊っていらっしゃるのです。カーテンの陰でかすかな絹ずれの音がしました。どうやらお姫様たちが盗み聞きしているようです。まさか、とても信じられんわい、王様はおっしゃいます。そこで兵士は隠しドアのこと、3つの森や湖や
お城のことを詳しく物語りました。それにしても変わった話だ。本当だという証拠があるのか。返事の代わりに兵士は懐から銀の枝と金の枝とダイヤモンドの枝と宝石の杯と取り出してみせました。王様は証拠の品をつくづく眺めた挙句におっしゃいました。姫たちや、ここへ来い。カーテンの陰から12人が現れ、ずらりと並びました。みんな下を向いていましたが、僧侶のお姫様だけは顔を上げ、細やかな目で兵士の方を見つめていました。今の話は本当かな？王様のお尋ねに末のお姫様はわっと泣き出しました。他のお姫様たちに次々に尋ねても誰も答えられません。とうとう僧侶のお姫様の番になりました。この方の方が私たちよりよっぽど上手でしたわ。お姫様はにっこりして、そうです、父上。何もかも本当ですの。お前たちとは比べ物にならんよ。ではみんなのうち誰か一人を妻として選んでいただくことにしよう。兵士は12人を見渡しました。末のお姫様はまだ泣いていますし、他の10人は膨れっ面です。やはり僧侶のお姫様がいかにもしっかりしているようでした。私はもう若くはないし、一番年上の方にしましょう。これを聞くと僧侶のお姫様は吹き出して言いました。結構なお世辞ですこと。お世辞ではありません。あなたは一番年上で、一番賢くて、一番美しい。はじめに眠り薬を運んでくださった時からあなたと決めていた。大方魔女にでも教わったのね。親切な妖精だったかもしれませんよ。その日のうちにご婚礼が、それは華やかに執り行われました。11人のお姫様たちが花嫁のお裾持ちを務めました。兵士と僧侶のお姫様とは最後まで幸せに暮らしました。おしまい。